こっちを2戦目にしてもらって本当に良かったです。その心はこちらが多分いけます。手応えあり。真中さんのナッシュが弱いんですよ。ここで言うの？さっきなんか解説でも大足からの攻めが俺はインプットできてなかったみたいな感じで結構見えてましたね、そこ。もう本当そこは本当に事実で、ただ龍はやっぱもともとメインキャラだったっていうのもあって強いんですよ。でやっぱ練習でも最初すごいやられて、で後半結構いい勝負できるようになってきたんで、龍は割と現役の動きに自分もなんか近いんじゃないかなっていう、その現役勢の動きにっていうのがあるんで、こっちの方が全然いけるはずです。でそしてもしこの龍対決で、これ一応現役勢対梅原っていう構図ですけど、もし猪狩龍が俺に負けたらさっきのバージョンの勝ちなんて何の意味もないです。おっしゃる通りです。バージョン震えてるか。お前は猪狩君にもかけるんだぞ。じゃあここで猪狩選手にもね一言今のを受けていかがですか？勝ちます。ありがとうございます。それでは両選手準備をお願いします。それでは参りましょう。ストリートファイター03梅原対現役勢なんですが、ますみさんこのコールに関してここね、龍対龍ははい梅原有利でいきたいと思います。わかりました。それでは参りましょう。猪狩 Z 流対梅原 Z 流、龍対龍は梅原有利。さあ訳も分からず言わされましたが、さあこちら茶色が猪狩龍ですか？猪狩龍のようですね。白が梅原龍。さあそしてこの龍対龍は梅原有利はどういう意味なんですか？どのゲームを見てもはい梅原の波動ですよね。はい、波動。これをかいくぐんなきゃいけないので、はい、どう考えても梅原有利に働きますね。なるほど。それでそういうコールになったんですね。そうですね。茶色い猪狩龍が非常にうまいか。ここは画面端になるがコパン3つ、クラッシュゲージが溜まっている。さあ梅原返せるか。ゲージは1本2本になった。垂直から上、危ない。コパンで落として調子波動打つ。さあ打ち返しもあるが、今のよく見ましたね。旋風すかし中足一戦。さあ昇竜対空きっちり。さあこれは入れ替わったか。さあここが猪狩がうまいところなんですね。大ダメージにしていく。真空波動よく合わせましたね。打ち返している。波動相打ち上。よく取りましたね。まずは梅原 1-0 スタート。この梅原が先に取ったの大きいですね。はい、猪狩が前に出る。スカシゲ団の形、大竜巻です。さあからしっかり返していく。さあ猪狩のリズムが良くなってきた。コパンで割り込む。さあどうなる。上相打ち OK。 よく反応しましたね。今よく反応しました。そうですね、無理に勝利を狙わずにそうですね。ワンボタンアッパーで対空した。さりげなく打っているコパンもバリアのように綺麗に巻いている。アッパーこれです。さあそして竜巻までしっかりとコンボ。さあスカシゲ団今度はガードするが上を取られた。危なかった。さあ相打ちになるが体力リードは猪狩龍。右手が茶色い龍。上しっかり勝利で割って入る。コパン体力差ある。対空一発。電車しっかりガード。さあ届くのか。ゲージは1本。波動の打ち合い、上の取り合い。どこで飛んでくる。危険な前から波動の打ち合いは猪狩。さあここはひりつくがチャンスになった。さあ昇龍暴発、その隙は見逃さない。さあ球を垂直しながらゲージを溜めていくのは梅原。白い龍何を見ているか。どこを狙ってくるか。扇風客もすかされたら中足真空波動が飛んでくる。体力差ゲージ状況である。ここは危ない。投げは通って
真空。さあこれが当たった。猪狩の竜は動いていたが、今の一歩大きかったんじゃないですか。そうですね。さあちょっと猪狩竜が押される場面が増えてきたか。猪狩はもっと中で潜りたいんですけど、なかなか触らせてもらえないですね。そうですね。これが通称梅バリアっていうやつですね。これが梅バリア、はい、初めて聞きましたが、僕も初めて言いましたけどね。そんな言葉があった。おっと今生まれました通称梅バリア。間合い戦でありながら古くは鳥かごと言われる場合ですがバリアなんですね。そういうことです。真空波動いやー大足に今の痛いですね当たっている。これで4対3。梅原の Z 竜が現役最強 Z 竜に対してかなり仕上がってますね、竜。はい。やっぱりこれは真澄さん梅バリアがまあ機能してるってことでしょうね。機能している。昇竜対空体力リーダー梅原。梅原は無理に攻めに行かないですね。そうですね、画面端。さあここで大きなダメージを取って入れ替わり。さあこの入れ替わりがどうなるか。しかしあのゼロ感の使い方が、はい多分今日初めて使ってますね。なるほど。近寄らせないっていう手段なんでしょうけどね。はい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 。さあこっからは波動拳怖いぞ。真空波動合わせてくるかもしれない危険な舞。いやーニュートラル時間がない。5秒4秒3秒2秒1秒足りるか。足りない。よくしのげましたね今。5試合目を取ったのは梅原。こっちから危ないところ。さあこれが当たると画面端危ないぞ。スタンしている。レベル3ある。だが大足で攻め継続。まあ今のは必要経費ですね。必要経費。ただここは手を出していた。ゲージを使ってラウンドを取る。猪狩にも意地が見える。動きといったところでしょうか。残り時間は15秒切った。追いつき始めている。危ない。そこは相打ち。時間は5秒切った。間に合うか。前に出て勝利できたー。間に合うか。前に出て勝利。踏み込み勝利一戦。これは流れ変わりますよ。言われてましたが、さあクラッシュが近い。ここですね猪狩が意地を見せる。ここですね、猪狩の一番ダメージ源。対空から、そしてクラッシュからの波動拳。苦しいが体力リードをしたまま真空。これは残っている。どうなる。いやーここで竜巻です。よく取れましたね、猪狩も今は。猪狩の根性が勝ったか。さあ体力が逆転した。空対空は猪狩。反応がいい。そしていやーめくっている。今のうまいですね。スタンはしている。ゲージは1本。真空波動まで。今のは着地キャンセルうーんから展開を取っためくりでしたね、今のは。そうですね。クラッシュが近い。ここで竜巻痛いぞ。体力が逆転した。めくらせない。そしてアッパー昇竜。そして波動まで。ここも肘対空。あのコパン、ジャンプ、中パン、アッパー勝利は痛いですね。かなり痛いですね。相当減りますからね。さあこれでリーチがかかった現役最強竜猪狩。03の歴史を超えることはできるか。クラッシュして画面端。どうする梅原。クラッシュが近い。しかしここでクラッシュ。最後は旋風昇竜。お見事マッツ。竜同期争戦は現役勢猪狩の勝利。さあそれでは、試合を終えた両選手にお話伺っていきたいと思います。まずは梅原選手からいかがでしたか。いや、やっぱりこっちの方が手応えがありましたね。やってる中であんまり知らないことも、一部あったんですけど、でもほとんど想定してきたこと通りだったんで、なんかいい勝負できてよかったです。現役最強竜伝統を守ってきた猪狩竜はどうでしたか。
竜巻の裏回りは正統派じゃないかな。普段は使ってないらしいんですけどね、今日は使わざるを得ないというところでしょうか。そして見事にスコア10対7で勝利しました。猪狩選手いかがですか？本当は10対2ぐらいで勝ってなんかちょっと思ったより弱かったなって言いたかったんですけど、実際めちゃくちゃ強くて波動飛ばせてくれないですね。すごい勉強になったっていうか、本当にこれからの0-3人生の中で俺の竜がもっと強くなれるなっていう球の打ち方のすごいお手本っていうか、これ以上の人はいないなっていうのでむちゃくちゃ感激しながら試合やってました。本当に梅原さんありがとうございました。空中竜巻からのスカシゲダンについては一言いただけますか？最初は本当に真っ向勝負で行こうと思ったんですけど、これ無理だなとこれちょっとやべえなと思ってちょっと知らねえだろうなと思ってやっちゃいました。すいませんでした。ありがとうございます。しかし0-3回は守られました。お見事。改めて勝利した猪狩選手、そして、素晴らしい試合を見せてくださった両選手に拍手をお送りください。